皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は8月下旬です。撮影を行ったのはその2日間です。撮影を行ったいずれも午後の天気は曇り空でした。またその時の気温は養蜂場そばの日陰の温度計で2日とも26度を示していました。この時期の主な蜜源植物は約10日前の前回の撮影の時と同じように黄斑ゴンソウです。ただ花びらが落ちている花が増えてきていまして、このことは黄斑ゴンソウのピークがすでに過ぎたことを示しています。今回もまた最後までゆっくりとお楽しみください。さて、この養蜂場では8月上旬に蜂を1群購入してきました。購入した蜂を以下では養蜂場生え抜きの蜂と区別するために戸様の蜂と呼ぶことにします。どうもその戸様の蜂の性格がこの養蜂場に元からいる蜂の性格と少し異なるようです。そこで今回はそのお話を中心に皆様にお伝えします。またその他にも後の方で8月下旬に養蜂場にオオスズメバチの集団が襲ってきたこともお伝えします。これが購入してきた戸様の蜂たちです。まず当養蜂場に元からいる蜂たちとの外見上の違いなんですけれども、戸様の蜂は少し色が黒っぽいです。この点は働き蜂ではそれほど目立たないんですけれども、オスバチでは特に顕著です。戸様のオスバチは黒っぽいということです。画面が変わりまして、これは当養蜂場に元からいる蜂たちです。巣門前でたむろしているところです。矢印で示したのがオスバチです。先ほどの戸様の蜂たちとの外見上の違いは結構微妙です。オスバチは結構巣箱間の移動を行うという説があります。もしもこれが本当ならば戸様の蜂のオスバチが生え抜き群の箱にすでに入っているかもしれません。またその逆もあるかもしれません。そこで昔撮ったオスバチの画像と先ほどの戸様の蜂の画像を比較してみることにします。今見ているのは約2年前の映像です。ここに映っているオスバチと先ほどの戸様のオスバチを比較してみますと、確かに左側の戸様の蜂は右側の約2年前の蜂と比べて腹部の上の方が黒くなっています。ただしオスバチの体色には個体差があるでしょうから、より多くの個体を検討してみる必要があります。また先ほど言ったオスバチの巣箱間の移動の問題も残っています。ところで両方とも、つまり当養蜂場に元からいる蜂たちもそれから戸様の蜂たちも両方とも亜種としては基本的にイタリアン系と思われます。イタリアンは世界で最も広く飼育されているミツバチです。体色は美しく明るい黄色から橙色の地に黒色の縞模様があります。性質はおとなしく集蜜力が旺盛である一方で分蜂性が少ない長所があります。反面で越冬に弱い東方壁があるといった短所もあります。東方壁というのはよその蜂群から蜜を盗む癖です。渡辺博公は名著近代養蜂の中でイタリアンが世界的に広まったのは必ずしも実用的な理由ばかりではなくて、むしろ見た目に美しいという趣味的な動機がかなり大きかったことは否定できないとしています。こうした典型的なイタリアンに対して戸様の蜂たちは少し黒っぽいわけです。これはこの蜂を譲ってくれた養蜂家さんによると、イタリアンにカーニオランの血が少し混じっているからということでした。カーニオランも西洋ミツバチの亜種の一つです。やはり近代養蜂によると、イタリアンがイタリア半島の土着であるのに対してカーニオランはオーストリアを中心に南はバルカン半島、東はカルパチア山脈、西はアルプスに至る広い地域に分布しています。ヨーロッパの亜種の中では体格が最も大きくて体色は黒色を帯びています。カーニオランは性質がおとなしく
また、周密力が旺盛な割には東方壁が少ないようです。さらには体感力が強いために越冬成績が優秀であるといった、非常に優れた諸々の性質を備えているようです。ただ最大の欠点は分泡性が強い点でして、分泡熱の激しい時には1枚の巣碑に数十個の大台を作ることがあるとされています。また ABC&XYZ of Bee Culture にはカーニオランはプロポリスをほとんど貯めないという記述があります。戸ざまの蜂たちが日高に来てからの様子を見ていますと、女王蜂はたくさんの卵を規則的に産んでくれていますし、働き蜂たちは盛んに蜜を集めてくれています。その意味ではとても優れた蜂たちです。ただ一つ気になるのは、戸ざまの蜂たちは今の時期に変性黄台を作ります。この養蜂場の生え抜きの蜂たちは今の時期に変性黄台を作ることはしません。しかも戸ざまの蜂が変性黄台を作る場所は2段重ねの巣箱の下の段です。下の段には女王蜂がいます。女王蜂が強い影響力を及ぼしているはずの下の段で変性黄台ができるわけです。変性黄台からは新女王蜂が生まれてくる可能性がありますから、状況をそのまま放置しておくと分泡の恐れが出てきます。ですから変性黄台は見つけ次第潰さなくてはいけません。カーニオランの血が混ざっているということがこんなところに現れているのだと思います。ただし戸ざまの蜂が今の時期に作る変性黄台の数は1週間で1箱につき 2,3 個で、それほど多くはありません。先ほどの話に出ていた一つの巣碑に数十個の大台を作るという話と比べると単純な比較はできませんが少ないように思います。一箱につき1週間で 2,3 個の変性黄台を作るという程度の今のペースであるならば、春から初夏にかけて人工分蜂を行う際にはむしろ好都合であるのかもしれません。ただし春から初夏にかけても今と同じペースで変性黄台を作るかどうかは現時点では分かりません。もしかしたらもっと早いペースで変性黄台を作るようになるのかもしれません。ともかく夏の終わりの今の時期にできた変性黄台はちょっと作られる時期としては遅すぎますので潰さなくてはいけません。この映像はその変性黄台を潰している場面です。さてここまでは養蜂場に新しくやってきたミツバチにカーニオランの血が混ざっているという話でした。ここからは今の時期、つまり8月下旬にご覧のオオスズメバチが今年初めて集団で襲ってきたことが目撃されたということです。今年養蜂場に4頭のオオスズメバチが集団で襲ってきたことが目撃されたのは8月28日のことでした。ちなみに昨年やはり4頭のオオスズメバチが集団で養蜂場を襲ってきたことが目撃されたのは9月2日のことでした。ですから昨年も今年も9月になる頃にオオスズメバチ集団の飛来が目撃されたわけです。今年初めてやってきたオオスズメバチ集団、その4頭のうちの3頭は捕虫網で捕らえました。しかし1頭は山へと逃げて行きました。そして捕らえた3頭はネズミ捕り用粘着シートの上に貼り付けました。粘着シートに貼り付けられたオオスズメたちは SOS 信号のフェロモンで仲間に助けを求めましたので、それに引きつけられる形で仲間たちが駆けつけてきて、次々とご覧のように粘着シートの犠牲になったわけです。粘着シートを使った捕獲はオオスズメバチに対してはとても効果的です。他の種の蜂の巣を集団で襲うことを生業にしているオオスズメバチの社会は一つの軍事組織です。
オオスズメバチの仲間同士の団結は極めて強固なので、仲間が発する SOS 信号に対しては救助隊が駆けつけてくるわけです。反対にどちらかというと個人プレーで狩りを行うケブカスズメバチには粘着シートはあまり有効ではありません。はい、ということで、今回は8月上旬に購入した蜂と、この養蜂場の生え抜きの蜂との間に見られる、性格の微妙な違いについてお話ししました。また、8月下旬のトピックスとして、オオスズメバチ集団の初襲来についてお話ししました。今回はここまでとさせていただきます。いかがでしたでしょうか。もしもよろしかったら登録高評価で応援していただけると大変に励みになりますので、よろしかったらお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。